はい、皆様こんにちは。聞こえないぞ。はい、皆様こんにちは。はい、元気よく返事できましたね。今回はこれルーチェとソイルです。クロンダイクさんのフィギュアを購入しましたので、ちょっと内容チェックしていきます。クロンダイクさんの、ね、フィギュアもすごいプロポーションがいいなと前から思っていて、買いたいと思ってたんですけど、ね、なかなかこう販売ねされる機会が少なくてですね。で、何日だったっけか。11月30とかだったかなに、久しぶりにその再販しますというものが発表されて、もうマッハで買いましたね。はい、ルーチェです。ちょっと内容見ていきます。まずルーチェね。ルーチェはね、多分結構一番人気じゃないかなと思いますね。ああ、ほら、見て。生写真が入ってます。ね、ルーチェ。で、パッケージはこんな感じですね。パーツをまずは確認していきますので、これが足かな。はい。これはどかそう。はい。はい。で、一応ここ見ると、まあ、パーツの数は18個ですね。ちょっと並べてみます。はい。で、ちょっと数えてみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18個。ちゃんと揃ってます。はい。ということで、こっちは一回片付けましょう。片付ける前にちょっと顔見ときます。いやー、はい。いいですね。顔はね、結構子供っぽい感じですけれども、この髪の毛をつけるとね、ぐっとこう、いい感じになりますね。セクシーですね。まあ、帽子かな。こんな感じ。まあちょっと、行く口はね、残ってますけど、そんなに目立ってはいないですね。はい。ちょっと楽しみです、作るのは。虫がいる。失礼しました。ちょっとパンはね、びっくりさせちゃったかな。すいません。はい。で、これで、とりあえずルーチェは揃ってますね。パーツ問題なしです。続いて、ソイルの方行きます。あれ？ここの番号まずかったか？後でちょっとモザイクしときます。ソイルもね、僕は結構プロポーション的に好きなんですよね。ポニーテールのキャラなんですけどね。はい。こんな感じね。結構可愛いと思います、ポニーテールもね。いいですね。はい。じゃあ内容を見ていきましょう。ソイルの方は、こんな感じだね。パーツの数は17個ですね。この通り並べてみよう。こんな感じですね。まあ、顔の作りはルーチェと、まあ、基本一緒ですが、髪型が違うということかな。ね。
こういう風に前髪をつけると。結構幼い顔ですけど、可愛らしいですね。はい。で、髪の毛が、あれこれ、2つある？違うタイプか？ツインテールってことはないもんね。で、残りが、2本、2個、3個入ってるな。これちょっと細かいので出さないようにします。数えてみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。14個あって、中に15、16、17個。はい。ありますね。大丈夫です。まあ、ね、ソエルも可愛い顔してます。幼いね、顔つきですけれども、とても魅力的ですね。こうやって、前髪パツンが可愛いよね。前髪パツンが可愛いと思います。はい。じゃあ、これ、確認できたので、片付けていきます。さあ、可愛いのができるんでしょうか。一種ちょっとね、クロンダイクさんのフィギュアは、もう本当にちょっと憧れてた部分もあるんで、一生懸命ね、作りたいなと思います。少し時間かけてでもね、なるべく丁寧に作っていきたいなという気持ちでいますんでね。2体作るって結構時間がかかりそうではあるんですが、例によってね、動画見ていただければと思いますので、はい。以上です。じゃあね、制作に移っていきます。まずはパーツ類安っていかないといけないんでね。このゆくちとかね、あと、パーティングラインがあるんで、この辺も処理していきます。まずはルーチェですね。ルーチェの方をやっていきますので。こんな感じでね、進めていきますので。これは残さないといけないですね。ゆくちじゃないね。こういった感じですね。だいたい、ヤスリ入れ終わったら軸打ちしてっていう流れで、いつも通りね、いきます。はい。全体のヤスリ掛けが終わりまして、仮組みをしたところです。こんな感じですね。非常にプロポーションが綺麗で、可愛らしい造形です。基本的に関節部分は、軸打ちをしつつ、仕込めるところにはネオジム磁石を仕込んで接続しているという形をとっています。で、磁石を仕込むほどね、大きな断面面積が取れてないところについては、軸打ちをメインにしてね、やっているという状況です。で、ご覧の通り、足ですね。足が非常に、つま先立ちに近い状態なので、接地面積が小さいんですね。なので、立つは立つんですけれども、やはりね、しっかりした安定感をね、
セットしていきたいので、足の裏にもね、軸を打って、台座とセットで作っていこうかなと思っています。それでは、プライマーを塗って、塗装ですね、のステップに入っていきたいと思います。実験なんですけれども、ベースで塗ったこのフレッシュに対して、アクリル絵の具を使って、点描をしていこうかなと思います。薄めるのに使うのは消毒用エタノールでいきますんでね。こんな感じで、かなりシャバシャバの色を用意していきます。これらの、カラーを使って、点描していくという感じです。主にスパッタリングでね、やっていってみます。こうやってスパッタリングですね、要は。今までのやり方とは、逆の手順なんですけど、点描をですね、表面側の方にやっていくというスタイルですね。ちょっと無口になります。これで赤みをスパッタリングした感じですね。ちょっとドライブラシもしつつという感じです。これを繰り返していきます。スパッタリング一周終わったとこなんですけど、結構濃くなった感じなので、ここからベースのフレッシュをもう一度拭いて、これ下地としていこうと思います。ですね、結局、この上からフレッシュを塗ってしまうと、以前の下地を作ってフレッシュで肌を作るっていうスタイルと同じになってしまうので、一回ドボンしてですね、最初からアクリルの絵の具のスパッタリングだけで肌をね作り直しました。スパッタリングを繰り返して肌の感じ、今回作ってみたわけですけど、表現としては比較的透明感の高い塗装になったかなと思いますね。こんな感じですね。後でちょっと拡大写真等々付け加えます。てか完成時かな、そういうのは。これから目玉を描いてって、黒目部分ですね。描いてって、皮膚部分は先に作っていくんですが、あと光沢もかなり強いんでね、この辺も調整していきます。あとは洋服ですね。を塗っていこうと思います。黒目はちょっとアクリル絵の具をね使って
ちょっとやってみようと思います。目の位置ですね。だいたい決めて、目玉の輪郭をちょっと作っていきます。青い目でね、もうちょっと色を重ねていこうと思います。目玉の塗装がだいたい終わったので、眉毛とまつげね、一部は描いていこうかなと思ってます。アクリル絵の具でいきます。アクリル絵の具で目玉ですね。あと若干まつげも描き入れて、あと眉毛等々やって、ちょっと一回クリアを吹きました。最後のこの仕上げね、目玉の中の交際とか、あとまつげは今回描いていこうと思いますので、この辺を仕上げていきます。もうちょい繊細にしていきたい。こんなとこですかね。で、次はまつげを描いていきます。まず下側の方、まつげていきましょう。こんな感じでね、今目尻のちょっとまつげ入れましたけど、これちょっとまだ太いか。ちょっと大変なんですけど、1本描いたら、スケール感に合う細さに直してですね。この小寄りでちょっと細くしていくと。こっちは細くいってますけどね。ちょっと時間かかるんですけど、1本描いたら少し乾燥させて、細くして、でその次の1本描いてっていう形でやっていきたいと思います。まつげ入れるとかなり顔の目のね、力がぐっと上がってきますんでね。ちょっと時間かかりますんで飛ばします。皮っぽい感じの前掛けというか胸当てというかねで仕上げていってます。もう少しこのままのカラーだとねちょっと新品な感じなので少し深みを与えようと思います。オイルっぽいような汚れを追加できればなとは思いますけれども、同じくアクリル絵の具を使ってやっていきます。こ
これとこれは結構違いがわかるかな。まあ、こっちの方が暗いですよね、色が。まあ、顔の方はまつげを、筆で描き込むんですね。だいたいこれでクリアを拭いてフィックスさせていこうと思います。ルーチはほとんど終わったので、ソイルの方ですね。いきます。はい。これ冒頭で、開封動画やりましたけど、ポニーテールの、ルーチじゃソイルですね。こっちも塗装していきます。ソイルちゃんですね。完成しました。完成はしてねえか。全部研磨して、表面磨いた後に、仮組みですね。した形になります。ツインテールの、サスペンダーでね、ショートパンツを履いたようなスタイルで、お腹も出てますけどね。スタイルがすごい綺麗ですね。で、こっちルーチェと同じようにやっぱりね、つま先立ちしてるので、立つは立つんですけど、ちょっとね、安定感って面でおいてはかなり不安が残るので、これも足元はね、補強していこうかなと思います。こんな感じですね。一応、各パーツの接続はですね、基本的にマグネットを使ってるんですが、細いとかね、小さいっていうところは、軸打ちをしてですね、差し込む格好をとってます。ツインテールの髪の毛なんかは、軸打ちをして、差し込む形にしてます。こんな感じですね。ちょっと外してみます。サスペンダーは全然固定してないんで、くっついてるだけですけど、乗っかってるだけですけどね。首元はネオジムを入れてます。で、帽子もね、本当はこれ、穴が開いててはめ込むような形になったんですけど、これも磁石、削り落としてですね、磁石でくっつけるような感じです。ルーチェもね、一応磁石を入れてるというスタイルですね。髪の毛、ツインテールは、差し込み、軸打ちをして差し込んでいます。多少これは接着剤をつけないと固定できないんでね。郵送時も外して送る予定ですけど、買った方が軽く接着してもらうような使い方になるかなと。で、前髪もね、これも一応磁石仕込んでます。ちっちゃい磁石を仕込んでますんで、ね、取り外しができます。で、体の方も、これは軸打って磁石を飲み込ませてるような格好ですね。軸打ち用の磁石を使ってます。で、こっちは、軸とセットで使える磁石ですね。この磁石の真ん中に差し込んで使うと。反対側もそうですね。ここもネオジムと、軸も一緒に打ってます。ここもそうですね。軸と磁石と。で、太もももそうですね。基本的に入るところは、軸打ちしながらネオジムもセットで入れてると。あとブーツのとこも。ブーツのところは、この丸いタイプですね。入れて、軸も打ってます。こんな感じです。で、これから塗装に入ってきます。肌の塗装がだいたい終わりました。冒頭でも紹介しましたが、ベースのカラーを塗ってからね、アクリルの絵の具を、無水じゃなくてね、エタノールで、
溶いたものでスパッタリングしながらちょっとずつ質感を作っていった肌になります。なので、今までやってたのと違ってね、結構肌のムラ感とか、そういったところがね、結構出てきたかなと思っています。あとは目玉を描いてですね、これで肌の感じは終わりにしようと思います。目玉を描き入れていこうと思います。こういう感じのね、視線を合わせてきているスタイルで。アクリル絵の具で目玉入れてきます。大体塗り終わったとこです。ちょっとだいぶはしょっちゃいましたけどね。目玉の、交際等を書き込んで、クリアまでね、拭いたとって感じです。で、ちょっとこのままだと、クリアが強いのでね、艶消しのクリアで、皮膚の部分等々は、艶を抑えていくという作業をしていきます。こっちの方もね、まつげは、書き込んでます。これで残りは、全身仕上がった塗装終わったので、ルーチェの方も含めてですね、半艶程度の艶消しを塗ってって完成とします。だいたい塗装終わったんですけど、細かいとこですね、最後にちょいちょいやってきます。フレッシュの1と2をちょうどよく混ぜて、爪先ですね、塗っていこうと思います。こんな感じですね。あとちょっと補正していきますけれども、だいたいいいかな。これでクリアを吹いていきます。For your safety, please stand behind the yellow line.